うわぁもう、対空砲火の嵐で航空機がボロボロ落ちていく。さあ今日も大量のボット相手にボコられていきましょう。大量のボット相手ってことはまさか。味方の艦艇数に対し、敵が圧倒的に多い。間違いない。これは非対称戦だな。まさにその通りでございます。この前も非対称戦をやってた気がするけど、またやるのね。また非対称戦をやっていきますぜ。そんで、今回は非対称戦の動画第2弾になるよ。今回は前回の動画で使わなかった艦艇を使っていくつもり。なるほどな。だから空母を使ってたわけだ。空母を使ってるとこ見たことないけどちゃんと使いこなせるの？もちろん使いこなせますとも。おいおい。なんか変な間があったぞ。これは、怪しいわね。空母が刷新された頃によく使ってたから今もきっと感覚が残ってるはず。そっか、少しは安心したぞ。ところで、何の空母を使ってるの？ティア8イギリス空母の、インプラカブルを使ってる。前にイベントでもらった空母だけど今まで港でずっと放置されてた。せっかくもらったのに放置って、なんかもったいないな。まあでも非対称戦で活躍の場ができたじゃない。だからこそこれからボット相手に活躍していきますぜ。そんで、対空砲火を受けてるわけだがこれからどうするんだ？とりあえず、対空の強い巡洋艦を避けて後方の戦艦にロケット弾をお見舞いしようかなと。戦艦ならロケット弾を当てやすくて良さそう。そして、ちょうどいい位置に長門がいる。よし、長門なら対空貧弱だし、安心して攻撃できそう。長門の対空は貧弱だが周りの艦艇から大量の爆発が飛んでくると思う。爆発が飛んできても相手は格下だし、問題ない。すぐってやばばばばば、やばばば、やばばばば。思いっきり爆発が直撃したわね。もう攻撃機がボロボロじゃん。ボロボロになったけど、攻撃は通せたからセーフ。この様子じゃ、攻撃機は全滅したみたいね。まあ、爆撃機と雷撃機を温存できれば問題ないさ。雷撃機で A 拠点周辺の敵を攻撃する。駆逐艦止まってるみたいだな。絶好の攻撃チャンス。これを外すわけにはいかないな。なんか魚雷が外れそうな予感がしてきたぞ。これはやばいぜよ。駆逐艦前進を始めたわね。駆逐艦の機動力なら確実に魚雷開始されるな。仕方ない。雷撃機に回復を入れつつ巡洋艦を攻撃する。さすがに格下とはいえ3隻も集まってると対空砲火が痛いね。一応アップグレと環境スキルで生存性を上げてるけど秒間ダメージで地道に削られていく。まあボットは集まって突撃してくるから格下相手でも対空が熱いのは仕方ないと思う。それで、今の魚雷は確実に命中しそう。魚雷命中、巡洋艦が瀕死になったな。よしよし、この反復攻撃で仕留められそう。雷撃機の HP 的に魚雷に飛んで攻撃できそうね。魚雷回避されないように、ギリギリまで接近する。ここだ、魚雷投下。見た感じだと確実に命中コースだな。おそらく、あれは回避されまい。魚雷命中、敵巡洋艦を撃沈。おっしゃ、まず一隻撃沈だ。色々とあったが、とりあえずは順調だな。そして、次は爆撃機で出撃するのね。爆弾を大量に落とせるから敵戦艦に火災地獄をプレゼントできる。A 拠点に陣取ってる戦艦を攻撃する。ちょうどいい角度だから爆弾を当てやすそうだな。よく狙って爆弾投下。爆弾命中、火災を2カ所発生させた。よし、最初の攻撃は順調。また反復攻撃したいところだけど、敵の対空で結構削られてる。この様子だと、一機での攻撃になりそうだな。その残り一機もボロボロだからやばい。と爆弾投下。敵が点出してて角度微妙だったからどうなることやら。ほとんどダメージはなかったけど、火災を発生させた。まあ、火災だけでも発生できてよかった。そうら、瀕死の戦艦に魚雷をお見舞いする。この角度なら確実に当てられそうね。さらに点出してこっちに側面を向けてる。この魚雷で敵戦艦を撃沈できるはず。角度的に回避されないと思うんだぜ。魚雷命中、敵戦艦を撃沈。よーし、2隻目を撃沈した。そういえば、もうすぐサイクロンが来るみたいだがこれからどうするんだ？サイクロンが来たら A 拠点付近に接近しようと思う。でも敵がいるから危険じゃない？だからサイクロンが来る前に A 拠点付近の敵を片付けたいが、A 敵を倒すのが間に合わなくて無事にサイクロンに突入しましたとさ。やっぱり間に合わなかったのね。それよりも、巡洋艦の対空砲火を浴びてるんだぜ。あの巡洋艦が A 拠点に来てから攻撃しづらくなった。対空の高い巡洋艦だから厄介ね。それで、A 拠点に接近するのはどうするんだ？ A 拠点周辺は危険だから A 拠点西のあたりに接近することにした。確かに敵の位置から考えると安全そう。さてと、A 拠点をノロノロ移動中の戦艦を攻撃する。相手はそこそこの対空能力があるコロラドだな。対空能力はある方だけど格上空母が相手だと不足してる。それよりも、前方にいる巡洋艦の方が対空やばい。あの巡洋艦、対空防御砲火を使ってるから航空機の HP がゴリゴリ削られる。そんで、戦艦には火災3カ所発生させたんだぜ。でも火災を消されちゃったわね。そんじゃあ、また戦艦を攻撃して火災発生を狙っていく。でも角度が悪いな。対空の弾幕が厚いからのんびり攻撃位置を調整する余裕はない。爆弾は命中したけど火災発生しなかった。戦艦は雷撃機でぶん殴る方がいいかもしれん。
あの高対空巡洋艦がいなくなったからのんびり攻撃できるようになった。どうやら、あの巡洋艦は B 拠点に移動したみたいね。コロラドだけだと対空弾幕がスカスカだから余裕で反復攻撃ができ上がる。反復攻撃はできるみたいだがあの戦艦を沈めるには、人火力不足なんだぜ。こうなったら、爆撃機で火災を発生させて沈めるか。ここであったが100年目、今度こそお前。嘘、このタイミングで終わっちゃうの？残念ながらここまでのようね。せめてこの最後の爆撃だけでも、戦艦をどうしても攻撃したい執念がすごいな。ここで止まるのか戦闘の結果はこんな感じ。まあ久しぶりの空母にしては頑張った方だと思う。そういえば、ダメージの割に撃沈数が少ないぞ。いやー中盤あたりからあまり戦果を出せませんでした。多分、サイクロンがなかったら味方が負けてたと思う。つまりサイクロンに救われたってことね。マジでそうなるね。そっかそっか。つまりお前は味方のお荷物だってことだな。うぐぐ。何も言い返す言葉がございません。ところで、早く終わったけどこれからどうするの？もちろん2戦目がありますとも。ちゃんと2戦目も準備してたんだな。はい、なので早速2戦目に行きましょう。さあやってきたのは2戦目の戦場。そして、今回の試合はティア10日本戦艦のヤマトに乗っていく。お前、ヤマト持ってたんだな。もちろん持ってますとも。ところで、巡洋艦がこっちに突撃してきてる。あの巡洋艦には大口径四方の餌食になってもらいましょう。そんで、敵の角度が微妙な気がするな。まあヤマトなら強制貫通でどうにでもなるはず。直前で点打されたからダメージが微妙ね。あの巡洋艦なかなかやりおる。だが、次の射撃で粉砕してやるさ。全然ダメージ入ってませんよ。角度が悪かったとはいえ、全貫通2発とか嘘やろ。まあ相手は全貫通しやすい巡洋艦だから仕方ないわよ。もう巡洋艦は諦めて戦艦を狙うことにする。ダメージが通りやすそうな天城を攻撃。それにしても、敵が中央に集まってる気がするわね。このまま敵が集まると囲まれる気もするんだぜ。ならば、囲まれる前に殲滅すれば問題なし。ここで敵戦艦に命中、いいダメージが入った。やっぱりヤマトは強制貫通で角度関係なくダメージを出せるのが強いね。また新たな敵を発見したみたいだな。おや、あれは、2隻目のビスマルクじゃねえか。面倒な相手が増えたね。おいおい、これからどうすんだよ。大丈夫だ。まだ焦る時ではない。倒せそうな敵から倒していけば、まだ、勝ち目、は、ある。これどう見ても危機的状況じゃねえか。大量の敵が中央から突撃してきてる。これもう終わりだよ。まだ、なんとかなるレベルだから諦めるな。とりあえず、島に隠れながら攻撃すれば戦えるはず。現在狙えそうな戦艦を攻撃する。ちょっと側面を見せてるからバイタル貫通できるかも。敵の数が多いから破壊的一撃を狙いたいところだな。破壊的一撃はできなかったけどバイタル貫通して半分近く削った。この角度からバイタル抜けるってさすがヤマトね。次は接近してきた戦艦の側面に大口径 AP を叩き込む。バイタル貫通、敵戦艦が瀕死になったんだぜ。不利な状況かと思ったけどなかなか前線してる。この調子なら勝てるぞ。おや、何やら魚雷のアイコンがなんか前方に駆逐艦がいるんだけど、もう終わりだよ。これだと至近距離から魚雷を流されるし完全に不利な状況に追い込まれたわね。もうこうなったら突撃にかけるしかない。待て、早まるな。一度撤退すれば生き残れる希望があるぞ。でもあの駆逐艦が逃がしてくれなさそう。さっきからレーダーで強制発見してくる巡洋艦に大口径 AP を叩き込む。バイタルは抜けなかったみたい。状況は最悪だけど、これからどうする？なんか目の前から魚雷が来たわ。終わった。もう回避もできない。この状況から入れる保険ってありますか？んなもんねえよ。無事に爆散して終了しましたとさ。ところでものすごいことに気づいたんだけどかなり戦闘の序盤に沈められてない。これには返す言い訳も見つかりません。まあこんな、日もある、かもしれない。戦闘の結果はこんな感じ。あの状況から無事にクリアできたんだな。最後は味方が前線してくれたおかげでなんとかクリアできた感じ。ほんと味方に感謝ね。めっちゃ感謝してるよ。それじゃあ今回はここまで。チャンネル登録と高評価をよろしく頼む。ゲームのリンクは概要欄に載せてるよ。それじゃあバイバイ。